は。どうやらこの急鉱山の終点みたいだな。抜け道の類は結局見つかりませんでしたね。どうしましょうか。そうだな、危険かもしれないけど入り口に引き返すしかなさそうだ。坑道内を調べた限り他にトラップはなさそうだし。しかし解せないね。結局入り口を破壊してトラップを仕掛けた犯人は何がしたかったんだい。そうね、この異常な内部についても直接関係はしてなさそうだし、ひょっとして人形工房を訪ねた人たちとか。ああ、確かにかなり怪しげな連中だったよね。そうだな。いや、犯人は頑丈な扉を破壊したり爆薬を使ったトラップを仕掛けている。そういう荒事をしそうなタイプには見えなくなかったか。そうね、確かに。一体何者の仕業なんでしょう。仕掛けられたのが昨日で支援課に連絡があったのが今日。まるで俺たちを直接狙ったようなタイミングだけど、さすがに考えすぎか。ロイド、どうしたの？大丈夫ですか？いや、とにかく一旦引き返そう。ひょっとしたらガンツさんが応援を呼んだかもしれないし。あれは上田、気をつけろ。何？魔獣！なんだこいつは。普通の魔獣じゃない。とにかく気をつけて。なんだ、力が抜けて。この振動が力を奪っているのか。まずいね。くそ、エリーとノエルだけでも。バカなことを言わないでちょうだい。そうですよ、みんなで切り抜けないと。今のは暗いな。ランディ先輩、来てくれたの。お、サイトもすごいタイミングじゃない。話は後だ。このデカブツを撃破する。俺たちの全力をぶつけるぞ。分かった。任せて。目標を撃破します。デカブツだ、気抜くなよ。分かった。了解です。
ばいっての。よし、えいは任せろ。はっよーし、電磁ネット投射。さてと、やっ任せてくれ。えいはおっしゃ。私の番ですね。はっ、今だわ。みんな行くわよ。おう、了解。イエスマム。やっずりゃそっか。任せてくれ。えいと私の番。そっか。行くぜ。バースト発動。了解。よし。さてと、よーし、行きますよ。ファイヤー。任せろ。俺の番だな。えい、そこ。はい。はっ、おっしゃ。俺の番だな。セット。任せてくれ。やっはっ。その程度じゃ俺たちは止められない。消えた。今のは一体。どうやらただの魔獣じゃなかったみてえだな。ま、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから昼過ぎに支援課に戻ったんだ。そしたらお前らがマインツに向かったって聞いてな。せっかくだから追いかけたらちょうど騒ぎになってたってわけだ。そうだったのか。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインツの行員が総出で撤去してくれたぜ。それで俺だけ先行してお前らを探そうとしたらひょっこりこいつまで現れてここまで連れてきてくれてな。おっそうか。やれやれ、相変わらずとんでもないね。ザイト、ありがとう。これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。ガンさん、皆さんも。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。おかげさまでね。急いで駆けつけてくださってありがとうございました。いや、
もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか急鉱山がこんなことになっていたとは。俺たちのヒージーさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだい。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことを全てご説明します。いやー、しかしいい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないの。後輩のくせに生意気な。さすがに分が悪いわね。ダンディ先輩のモテ自慢も和地君にかかれば型なしですね。ほらノエル、同じ警備隊出身なのに薄情な。すみません。一体何者の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのが余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方急鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや違うな。へえ。何か知っているの？入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、調合されて 1,2 年くらいの新しい爆薬の匂いだった。しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。でもよくご存知ですね。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。正規軍じゃめったに使われないが、未だに好んで使う物好きもいる。特にイエーガーあたりに。まさか。それって。まあくまで可能性の話さ。ちなみに今火薬式の重火器が一番使われてるのはエレボニアだ。今もラインフォルト社がラインナップを残してる。そうだったんですか。さすがに詳しいね。しかしエレボニアか。嫌な富豪が重なるね。ああ、昨日のこともあるしな。なんだ、なんかあったのか。ええ、実は。エレボニアのスパイかよ。どう考えてもただものじゃないとは思ったが。単なるスパイというより情報将校と言うべきだろう。通商会議を前にして情報収集をしているだけかもしれないけど、どうも一緒にいた赤毛の子が気になるんだよな。あの子ね。君にとってはトラウマになったみたいだね。なんだ
まさか色っぽい話かよ。その実はあの子の話はやめましょう。まったくイリアさんにセクハラされるリーシャさんの気持ちが分かった気がするわ。すごい説得力だな。でもいつの間にか懐に入り込まれていたし、ただの民間人じゃないのは間違いないと思う。そういえば西クロスベル街道で会った人も帝国方面から来たんですよね。あ、そういえばあの人も赤毛だったっけ？ああ、言われてみれば。レクター大尉とあの子は赤毛でも色合いが違ったけど、考えてみればあの子と赤眼の男はそっくりな色だったかもしれない。あひょっとしてつまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。あ、もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。参ったな。そうきたかよ。なあランディ。とこんな時に。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん。出張と聞いていましたがお戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにだ。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも何かあったんですか？ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。デバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会という会社だ。クリムゾン商会？兵友ではないんですか？連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。どうやら帝国方面からの裏工作もあったらしいな。帝国方面から？一体どういう会社なんですか？帝都でノイエ・ブランという高級クラブを経営している会社だ。クロスベル市にもその支店が1年ほど前にオープンしている。その会社がクロスベルに本格的に進出してきたわけだ。ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるわ。ランディですか？ええ、先ほど合流したので。クリムゾン商会については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。どうしたの？何やらきな臭そうな話をしてたみたいだけど。ルバーチェの跡地を狙ったか。ノエル、町に着いたら歓楽街に寄ってくれねえか。裏通りの手前まで頼む。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ？ああ、高級クラブノイエ・ブランを経営する帝国籍の会社。しかしその実態は良平の赤い星座が持っている資金調達用のダミー会社だ。
用事も済んだし、そろそろ帰るとしようかな。おっと、その前に急鉱山とやらに寄っておくか。せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。こちらの方は私とナナチュウが担当することになりそうだ。へえ、あの人が来るのか。ま、今回はいろいろと面倒な連中も動きそうだし、いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。低レベルのネットワーク環境でどこまで進化を発揮できるか興味があるからね。はいはい、暇な時にまとめておくよ。それでは大いなるマスターのために。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、お約束と行かせてもらおうかな。執行者ナンバー0、道化師カンパネルラ。これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。ランディ！追いかけましょう。おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディに。2年ぶりか。変わってないようだな。ランディ！昨日の人たち。怪しい連中が揃い踏みか。やっぱり彼氏、このおっさんの身内だったか。そっくりな髪の色だったからまさかとは思ったけどよ。レクター隊、どうしてあなたがここに？今回の買収について何か関係しているんですか？まあちょいと裏工作をな。いやー、なんとかヘイウェのメガネを出し抜けてよかったぜ。楽しみだな。東方人外の時は撤退したけど、今度は思いっきり遊べそう。東方人外？去年カルバードでヘイウェとやらかした戦争か。なあおじき、どうしてクロスベルに来た？一体何をするつもりだ？ビジネスに決まってるだろ。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことがある。兄貴が言ったぞ。半年ほど前だ。西風の頭と相打ちだった。長年の宿敵同士である東進と両兵王の決着。もうほんとすごかったんだから。そうか。あ、クソ親父。最後まで戦いながら行ったってことかよ。満足そうだっただろう。うん、すっごく楽しそうだった。いいなあ、シャーリーもあんな相手が欲しいよ。
まあ兄貴も悔いはないだろう。どこぞで迷ってる不肖の息子のこと以外はな。休暇は終わりだランドルフ。いずれ話があるから体を空けておくがいい。またねランディに。すんちゃんお疲れさん。ランディ先輩。あの二人ランディの。赤い星座の副団長シグムンド・オルランド、その娘で部隊長の一人シャーリー・オルランド。俺のおじきといとこで最強最悪の戦技どもだ。